25R のユーザーに夢をね持ってもらいたいので、次もやる気、次ももうここまで来たらすぐそこまで来てるので、実際に250キロとこまでそこまでアタックしたいから。何よりもこのエンジンでもっともっと楽しみたいですよね。そんな人たくさん多分いると思うんですよ。インタークーラーをつける予定です。で、前回からエンジンに関しては、ちょっと圧縮を落としてブーストを上げれるようにして、マフラーはショートで集大成として臨みたいんですけど。そうですね、前々回ですか、252キロメーターで達成をして、でその後あんまり時間を空けずにテスト行ったんですけど、100馬力までパワーが上がったということで、高軸でこれ初めてですよね、100馬力っていう数字が出たのっていうのは。そうだね、はい、オートプルスの壊れた時っていうのは、過去ないぐらいやっぱ速くて、言ってたもんね、もう自信を持ってやっぱあの時が一番速かったっていうのは、言えますね。そこにかなり近づいた状態っていうので、乗る僕としてもかなり期待はしています。しっかり今回はね、成果出していきたいですね。そうですね、出し切りたいですね。あとは天候次第です。全回帰でコンマ9とかするには。手前のところで、下の方の回転数手前のところでは、どうやって上がっていく回転数、1万2000とかの上がっていく回数は、1とか1.1とか1.2とか、1.2とかまで上がってるんですけど、上げるぐらい。むしろバンクを抑えて直線だけ上げたいかな。そんな感じですね。今の状態だとそのバンクでも破裂する可能性があるよね。バンクは結構、バンクっていうか下の方の回転数。直線がどうしても今、ちょっとずつ上げてみるしかないですね。
取り外しとかそういう話やな。安定しないね、ブーストが。息しないよね。今までこんなことなかったっすね、でも。大体コーナーもストレートも調子悪くても悪くなくても大体一緒だったんですけど、明らか悪いって感じ。あ、そう。もう全然おかしいって感じで、だから今までと違うものをさっさと外して元に戻して確認するのが一番いいのかなっていう気がするんですけど、まあレースだったらそういう判断するかなと思います。今までと付け替えてきたもので使ってないものでしたらやっぱこれでこいつの影響がでかいのかなっていう。
スターチタンクは問題なかった。容量が足りないのが一番考えられる。1.3まで上がって落ちるんです。インタープロも変えて関係ないんですけど、空気流動、空気温度を関係ないけど、コンマ9で安定してるんだったら、絶対流動ですね。それ以降確かに 1.0 って出てないんで、電気はもう電気は9、コンマ9の方が今日もずっとコンマ9で、ストレートを56速で。オートポリスで壊した時はその直線で出てるか出てないか分かってないもんな。結局一応マックスで 1.3 まで行ってたよっていうだけであって、今だって 1.3 はマックスがある。実際は途中は出てたかもしれないけど、そこまで上げれてなかったかもしれないけど、中間の1万2000ぐらいまではそこまで上がってなかったんで、さっきだからマックスワーニングまで上げた時にはストレートで9後半だったんで、若干効くかもしれないです。今はもう8後半9、91、92ぐらいだったんで。最後まで粘ったってことは惜しかったのか。だけどやっぱこれでも4速超えて5速の1万4000回転の境に持続できなくなります。4速までは回しても持続できるんですけど、5速6速の1万4000回転からもう一気になります。直して変更して出てっても全くこう処女がもらって、でもう一発またすぐに戻ってきて、で、次は、ブースト圧のブースト系の方でちょっとブースト上げてみようとやったんですけど、それも変わらずで、今回そのコンロット以外にインタークーラーを入れていたので、前回今までの違いでいくとインタークーラーが違うから
今まで起きてなかったようなストレートとバンクで大きなブーストの差が出ちゃうっていうのは、そこじゃないかなと思ってインタークーラーも外して前回と同じ仕様にしたんですけど、そこでもやっぱダメだということで、それをやっていく結果、おそらくタービンの容量が高いんじゃないかなと。まず実測250キロ目指しているところをやろうと思うと、タービンの容量を上げていって、回していって、そのブースト、それぞれのブーストが 1.2 を目指せるようにするっていうのが今一番必要なんじゃないかなと。加速力が前回ね、やっぱり大きいタービンだとなんかやっぱり弱い感じがしたんですね。最高速はそれなりに出てたんだけど、加速力がやっぱり弱い。今日つけた33杯のそのサイズのタービンの方が良かった、過去の前提ね。で山本氏がそうやって言ってたので、じゃあそれに戻して再チャレンジしよう。でも今回走ったんだけど、そこは確かに得られてたんですけど、その途中のその 1.2 とかそこぐらいまでかかる感じもある程度確認できたんですけど、やっぱり直線のトップスピード、もうピンポイントのそのトップスピードはまた別物なんだなっていうのは、ね、感じましたよね。だから結局そこの加速は良くても、最終的にやはりこう6速の超高回転でどれだけ押せるかっていうところがやっぱりそのタービンの容量だったりとか、分かんないですけどね、一応安定してその我々が想定を目指すかき圧よりいってなかったので、前回はそこはある程度こう振り切るぐらいまでそれをどう制御しようかっていう形でやれてたので、じゃあそれはインタークーラーのつけた外したも関係なかったんで、そういったところなのかなっていう感じですかね。面白い私の感想で言うと、まずは気圧が低かったってことが一つで、富士でもそうですけど、スコアが標高600メーターぐらいあって、年長が濃くなると最高速が出ないんですよ。ここでもそうです。標高何メーターあるか分かりませんけど、200、300あるんですね。それでもっと気圧が低いということは、だから多分この気圧も関係あると、1.2 キロの間で前回加速が鈍いがためにもう少し小さなタービンで加速しようということは作戦だったということで、今度は逆にブーストが上がるというか、地獄ですわね。想定するしかない。もっと直線スピードがある、距離がある。前のでかいタービン。でも今日のやつは直線があってもダメですよ。今日はダメですね。今日はね、だからでかいタービンでなきゃいけない。それとやっぱり気象条件もかなり影響してんじゃないですかね。前回はね、大きいやつでそれなりに手応えあったんですよ。でも壊したくなかったんで、もうそれ以上上げなかった。上げなかったんですよ。回転をですか。回転もそうですし、ブーストは上げなかった。やっぱり今回このロット強化してきてるので、あえてブーストかけましたけど、前回はオートポリスでね壊れた仕様のそのままのコンロッターなので、どの辺までいけるかっていうところを、我々としたらブースト1相当で一応上限決めてたので、そこだと6速だと結構ね242、3までいくんじゃないかね。だからじゃあもう少しコンマ1とかコンマ2ぐらいまでかければ、自動的にいけるかなっていう安直なガーザン業でねいたんですけど、でなおかつもう少し加速のいい、もう少しミドルのターボチャージャーをつければ、それでいけるんちゃうかとかもあるし、そうですね。鶴さんも来るし、2に金棒でも今日は祝杯あげるぞぐらいなね感じですけど、面白いなと思ったのは、4速とか5速まではある程度いいかき圧かかってて、やっぱトップに行くとそこがかからない。急切る流量なんですよ。4速5速の回転数と6速ではもうやっぱり絶対流量が違うので、流量とあとは気圧の問題だったりっていうところで、そこまでやっぱ押せなくなっちゃうんですか。いや、まずは絶対流量でしょうね。でも
全体流量でそれで例えば今日は大きいタービンつけました。で、1.2 相当まで一応引き上げた。でも気圧が低いからスピードが出ないっていうことはありえるんですか？多少あると思います。だからその分燃料濃くなりますからね。燃料濃くなった分だけ高回転でのトルクというか燃焼が少なくなります。要はその下級圧は上げれるのは上げれるってことですか？こういう気圧でも。それはブースト圧はあんまり気圧には関係ない。関係ないんですよね。ただし燃焼ね、ありますよ。濃いがために高回転で燃焼度が低くなってブースト圧が上がらないということもありますし、2つ今回はだからもうだから私なんかは素人考えでここまで来た朝知恵だけで考えるんですけど、その 1.2 までガッとこう半分もうドーピングみたいにねガッと上げた状態で、もうそうしたらギアの駆動まで連結してるもんなのかなっていうふうにあっさり思ったんですね。もちろん6速で。その通りです。だからそれだったら大きいやつつけてもそこが 1.2 までいったかいってないかっていうところもうそこによるんで、最大回転数は15万回転ぐらいなんです、その中でヘラが大きくなるか小さくなるかで絶対流量がこのグラフに出てくるもんです。中間は 1.3 とか 1.2 も上がっても上で上がらないのはまず絶対空気流量なんです。それもペラと回転数、エキゾーサージもできるだけ大きい方がいいですかね。ただ下級圧のかかり方が遅いとどうしようもないですけど、それはもう経験値と実際テストして決めるしかない。なるほどね。でも大体もうお分かりになってるんで、次はもっぺんペラを変えるか、そうですね。台上では出ないことがいっぱいありますよね。でも狙ってやってきたものに対してちゃんとこう結果がいい悪いにしろね出て分かってくるんで、きて、これ全部ノウハウです。そうですね。だからこの後はもう大きいやつである程度実績も出てるし、それと市場状況も考えて、そうですね。だからそこにフォーカスしていけばいいのかな。これからどんどん気温高くなるので、今日の気温と湿度から考えると、どんどん出ない方向に。そうですね。だからブーストだけ上げても吸収量が高ければ燃焼効率が低くなるので、今度はブースト圧が1.2上がってるのにパワー出てないという可能性もあるんだよね。そうですよね。1万8000回転まで回るターボって乗っててどういう感じの乗り物なんですか？ちょっとバイク的なイメージでいくと2ストロークみたいな。見てたらブワーって上がってるもんね。ってもう三次曲線的にこう上がる。折れてるよね、すぐは。あれもう NA では得られない感じなんですか？ホーストじゃないですね。本当に2ストロークのいいみたいな。2ストロークのレーサーみたいな。じゃなんかターボっていうとその両輪の感じから聞くとパワーは出るけどエンジン的には面白くなくなっちゃってってイメージが結構ポン付けとかではあるんですけど、じゃあ逆にむしろエキサイトの方向かなりエキサイトの方向に見えます。もう乗っててやばいなと思う。なるほど、楽しそうです。味付けもいや楽しい以前に怖いですね。もう少しそこはオブラートに包んであげないと一般の人じゃない。他の人はちょっと怖いな。なるほどなるほど。それぐらいプロドライバーにしてみれば楽しいけど楽しくないです。危ないです。それでもね。結構楽しいですね。2ストロークでレース長くやったんで、特にその時のパワーの久々に味わったみたいな。それもちょっと一個話それちゃうんですけど、もしもそのキットが出た時にじゃあ自分もそういうエンジンフィール欲しいって言ってピークパワーじゃなくてその楽しさとして狙うのもありってことですよね。ありですね。ありですけど、そこまでいかなくても十分で、僕らもうちょっと違う仕様を作っているんですよ。そうなんですね。あまりにもそれ過激すぎるんで、これだとちょっとやっぱり乗ってる人引くんじゃないかもう少し落としたものでも十分楽しめるし、それでもまだちょっと走りすぎちゃうかなっていうぐらい、それぐらいターボの威力はもう別格です。